こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。今日も一緒に日本語を勉強していきましょう。皆さんは普段カフェに行きますか？勉強したり、友達とおしゃべりしたり、コーヒーを飲んでリラックスしたり、カフェはとても便利な場所ですよね。実は日本のカフェにはユニークな特徴や文化がたくさんあります。そこで今回は日本のカフェ文化についてお話しします。日本のカフェの特徴や人気のチェーン店、そして日本のカフェのルールまで詳しくご紹介します。この動画を見たら日本のカフェをもっと楽しめるようになります。JLPT N3、N2 レベルの日本語を使って話します。ぜひ最後まで見てみてください。それでは行ってみましょう。はい。ではまず最初は日本のカフェの特徴と文化についてお話しします。日本のカフェには皆さんが驚くような特徴がいくつかあります。まず日本には大きく分けて2つの種類のカフェがあります。一つは喫茶店や純喫茶です。聞いたことがありますか？これらは昔からあるレトロなお店のことです。静かな音楽が流れていて落ち着いた雰囲気があります。こういう喫茶店や純喫茶は個人でカフェを経営しているところが多いです。もう一つは皆さんがよく知っている明るくて、おしゃれな現代のカフェです。どちらのお店にもそれぞれの魅力があるので気分に合わせて選ぶことができます。皆さんはどちらが好きですか？そして日本のカフェやレストランに入ると冷たいお水やおしぼりが無料で出てきます。はい。ちなみにおしぼりとは手をきれいに拭くためのタオルです。これは日本のおもてなしの文化の一つです。とても嬉しいサービスですよね。はい。日本のカフェの大きな、特徴は一人で来ている人がとても多いことです。カウンター席がたくさん用意されていて一人の時間を楽しむ人がたくさんいます。例えば本を読んだりパソコンで仕事をしたり一人で静かに過ごすことができます。お店の中が結構静かなので日本語の勉強をするのもぴったりの場所です。そして最近の日本のカフェでは無料で Wi-Fi が使えたりスマホやパソコンを充電するためのコンセントがついているお店も多いです。旅行中や勉強中にバッテリーが減った時も安心ですね。次は日本全国にある人気のカフェチェーン店をご紹介します。日本の街を歩くとよく見かける有名なお店を4つ集めました。はい。まず1つ目はスターバックスコーヒーです。日本ではスタバと呼ばれていますね。世界中で有名なスタバは日本でも大人気です。日本のスターバックスの特徴は季節限定のドリンクです。春には桜味のドリンク、夏には抹茶やマンゴーのドリンクなど季節ごとに新しいメニューが登場します。見た目も可愛くて日本の若い人にも大人気です。
今は、オレンジとマンゴーのフラペチーノが発売中です。うん、美味しそうですよね。はい。暑い夏にぴったりの飲み物です。はい。では、2つ目のカフェのチェーン店は、ドトールコーヒーです。はい。ドトールは、日本生まれのカフェです。店舗数が多いので、とにかくいろいろなところにあります。一番の魅力は、値段が安くて、手軽なことです。ブレンドコーヒーが、300円前後で飲めるので、毎日、利用するビジネスマンや学生がたくさんいます。私が大学生の時、大学の近くにドトールコーヒーがあったので、もうよく行っていました。はい。ドトールはミラノサンドという温かいサンドイッチがすごく美味しいので、朝ごはんやあとランチにもおすすめです。はい。では次3つ目を紹介します。はい。3つ目は米田コーヒー店です。はい。米田コーヒー店の特徴は家のようにリラックスできる空間です。大きな赤いソファーが置いてあって、席も広く作られています。そして米田コーヒー店で一番有名なサービスがモーニングサービスです。はい。皆さんご存知ですか？これは開店から朝の11時までにドリンクを1杯注文すると無料で焼きたてのトーストとゆで卵がついてきます。はい。とてもお得なので朝からたくさんの人が訪れます。またデザートの白ノワールという温かいデニッシュパンの上にアイスクリームが乗ったメニューが大人気です。うん、本当に美味しいですよ。はい。近所に米田コーヒー店があるので、私もモーニングサービスをよく利用します。朝早く起きてカフェでゆっくり朝ごはんを食べるのは最高ですよ。はい。他にも米田コーヒー店で使われているグラスやインテリアなどが人気でオリジナルグッズも発売されています。かわいいですよね。はい。では4つ目のカフェチェーン店を紹介します。4つ目はタリーズコーヒーです。タリーズも日本全国にある人気のカフェです。コーヒーの味が本格的で美味しいのはもちろんなんですけど、実はコーヒー以外のドリンクやあとパスタなどのご飯のメニューも充実しています。静かで落ち着いた店舗が多いので、ゆっくり仕事をしたい時や勉強したい時によく選ばれています。うん、行ったことがある人はいますか？ちなみに紹介した4つのカフェの中で私はドトールコーヒーに一番行きます。ドリンクの値段が安くて、美味しいです。私はカフェで本を読んだり、甘いものが食べたい時によく利用します。では次は日本のカフェの営業時間や利用する時のアドバイスについてお話しします。そうですね。まずは営業時間について説明します。駅の近くにあるドトールやスターバックスなどは朝の6時半から7時頃から開いているお店が多いです。仕事前や旅行の朝に多くの人が利用するからです。うん、夜はだいたい21時から22時頃に閉まるお店が多いです。日本には
24時間営業のカフェは少ないので、夜遅くに利用するときは気をつけてください。次はカフェを利用する時のアドバイス、マナーについてお話しします。皆さんは日本のカフェに行く時、先に席を取った方がいいのか、先に注文した方がいいのか、悩んだことはありませんか？これはお店によって、ルールが違います。ですけど、日本のチェーン店の、ほとんどは先に席を確保してからレジで注文するのが一般的です。荷物やジャケットを席に置いてからレジで注文しましょう。パスポートなどの貴重品は必ず持って行ってくださいね。はい。そして日本のカフェでは長時間の利用に注意しましょう。ランチタイムや週末の午後などの混雑している時間はご利用は90分まででお願いしますと書かれているお店もあります。ルールを守って気持ちよく利用しましょう。はい。そして最後にカフェを出るときは返却口にトレイを戻しましょう。飲み終わったカップやお皿はそのままテーブルに置かないで、返却口と書かれた場所へ自分で持っていくお店が多いです。なのでカフェを利用するときはお店の中に返却口があるかどうか確認しておくと安心ですよ。はい。皆さんいかがでしたか？今回は日本のカフェ文化について詳しくご紹介しました。日本のカフェの特徴や、人気のチェーン店、そしてカフェを利用する時のアドバイスについて話しました。皆さんが行ってみたいカフェは見つかりましたか？また皆さんの国にはどんなカフェ文化がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。日本語を間違えても大丈夫です。皆さんのコメントをいつも楽しみにしています。この動画が面白かったという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。いつもたくさんの応援を本当にありがとうございます。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。